今は1940年代後半。僕の名前はルン。ソ連の科学者だ。そしてこれより始める人体実験の観測者の一員でもある。ではこれより実験の概要を説明します。対象は第二次世界大戦の敵国の犯罪者5名。実験の内容は人間はどのくらい眠らずにいられるのかというもの。30日間起きていられたら釈放するという約束のもとに行われるのだ。これで睡眠のメカニズムを把握できれば科学に絶大な進歩をもたらすぞ。しかしこの時どんな結末が待ち構えているかを僕はまだ知る由もなかった。ね、た、ざ、ん、ま、い。ネタ三昧。実験開始。実験自体は至極単純。被験者たちは密室で1ヶ月間を過ごす。ベッドあり、ご飯あり、おやつも多分あり、読書も自由な会話も OK なので、待遇は刑務所よりもずっと楽。ただ一つ、睡眠だけはダメ。僕たちは部屋をマジックミラー越しに観察し、彼らが眠らないように睡眠抑制ガスを流し込む。したがって彼らはどんなことがあっても眠ることはまずない。ベッドのある部屋での3食娯楽付き。おかげで彼らは余裕のよっちゃん状態だ。眠らない程度で釈放だ。ぬるいぬるい。さっさと1ヶ月経たねえかな。だがその余裕はわずか数日で崩れ去っていくのであった。異変。だいぶ辛くなってきたみたいだな。実験開始から5日目。最初の数日間は至って普通に過ごしていた被験者たちに異変が訪れていた。暇だな。それな、参加するんじゃなかったかも。閉塞空間に断眠、外出禁止をされては誰だって不満くらいこぼしたくなる。そもそも外出できないことが辛い。これを見ているあなたならわかるよね。そしてストレスは日を重ねるごとに増大。会話も鳴りを潜め、ぼーっとするようになってきた。中には同質者の情報を売ってこちらにこびるような発言をする者も。ねえ科学者さん、あそこにいるやつかなりのド変態なんです。このチャンネルの管理人みたいに危ない妄想ばっかりするんで気をつけてくださいね。異常発生。実験開始から9日目。被験者たちは明らかに異常をきたしていた。喉が潰れるほど叫び散らしながら部屋中を駆け回る者や本を破きまくる者、さらには汚物を絵の具のように壁を塗りたくる者までいて、もうドッタンバッタン大騒ぎ。これ一体どうしたら。そんな混沌状態のままが数日間続き、ついには中が見られなくなってしまった。これかなりヤバい状態じゃない？実験続行。部屋の中が見れなくなり音声だけの観察となったその時、それは突如として起こった。いきなり叫び声がピタッと停止し、中から物音が一切聞こえなくなったのだ。この瞬間最悪の事態が考えられた。主任、分かっておる。さすがにこれ以上実験は続けられない。僕たちは部屋を開け、従えば解放して自由を与えると呼びかけた。反応があったことにはほっとしたが、その返事は予想外のものだった。俺たちは外にはもう出ない。起きていないとダメなんだ。続けろ。なんと被験者たちの方が実験続行を懇願したのだ。そのことに僕を含めた研究者全員が困惑。とりあえず被験者を落ち着かせるため、ガスの代わりに新鮮な酸素を送ることになった。これで大丈夫だといいけど。そして酸素供給が行われて2日後、その間僕たち研究者は協議し続け、結果として実験を中止することにした。これ以上続けていては彼らの命が本当に危ないと思ったのだ。こうして実験開始15日目、僕たちは実験部屋の中に入ったのだが、そこにあったのはまるで地獄のようなむごたらしい光景だった。なんだこりゃ。俺たちは寝てはならないんだ。断眠の脅迫観念にとらわれた被験者たちは体を傷つけることで起き続けていたのだ。そのせいで部屋のあちこちに肉片が散らばっている。中には食事も取らずに自分の肉を食べる者、腹を切り裂く者、亡くなっている者までいた。そんなあまりに変貌した姿に
誰も声が出せない。君たちはどうなってしまったんだ？私はあなたたちのすべての心にいる狂気ですよ。ここまで荒れ狂う被験者に対して、なすべきことは一つしかない。僕は、襲いかかってきた被験者を射殺したのだった。わずか15日で、人をここまで狂気に陥れてしまったこの実験。こんなに恐ろしいことはないだろう。もしかしたら、正気じゃないのは、僕たちの方だったのかもしれない。ご視聴、ありがとうございました。ご登録、お願いします。